いくらとジョンです。今回はナビ VS レディオーというクランですね。韓国っぽいかな、対戦相手の名前的には。確かこんなようなクランが韓国にあったような気がするんですけど。早速やっていきたいと思います。さあ、安定、安全、安心、最強の一番手、ピーカストロ。今回もラバル編成で挑みます。シューター型。まあ、一時ね、なんかラバル系の編成はシューターそんなにね、使われることなかったんですけど、16のトップ兵器は結構このシューターな気がしますね。よく見るの。天才ラバルでもシューターよく使われてるもんね。で、ここはスケルトンインビジブルでクラン上マルチを狙って追っていきます。まあ、ラバルやりたい人からすると、このスケルトンインビジブルっていう技術はね、もう習得必須のレベルになってるのかなと思います。まあ、天才ラバルだけできればいいっていう、あれでもないからね、まあ、選手を目指さないんだったら別にいいんだけど、本当にトップ環境でやったりとか、まあちょっと天才が難しいなって感じた時に、スケルトンインビジブルが刺さることも多いと思うんで。さあ、ここはキングを12時の区画に入れつつ、クイーンをイーグル区画へ。この辺のスーサイドのね、アイディアもやっぱうまいっすよね。キングがボコボコにして、インビジブルで隠してキングの方を戻していってで、シューターの方は、やっぱりそうですね。まあ、モノリスを狙う目的になるのであれば、ロケバルが入っていると。タウン起動しない方がいいような気もするんだけど、どうなんだろう。タウンラバルするんじゃないかなって気もするんで、傾向的に。まあでも、どっちにしろちょっとこのヒーローパートが、めっちゃいいので、50% 超えちゃいそうって感じ。で、ここはインビジブルとかは特にないので、クロークでどうせヒーラー出てくんでしょ？出てきましたね。ああ、そっち行くんだ。そっち行くんだ。マルチ IT とかの方までね、サイドカットも入れてるから、そっちに誘導してクイーンでマルチ。で、ウォールブレーカーも使ってたし、そういうプランだったんだろうな、という感じだったんだけど、ちょっとの、されちゃいましたね。で、オイラバつけていきつつ、ヘイストを乗っけて、一気のトームをかけて、ここはタウンホール区画なんで、ヒーリングトーム採用ですね。うまい。まあ、タウン区画は確かにこういうのあり。で、裏側のところは、ラバからのスケルトンで、ストライカーの方をクイーンのところまで刺していくんですけど、ちょっと一気にダメージ受けてストライカー溶けちゃいましたね。トルネード入りつつ、クイーンが処理できなかったことによってバルーンがどんどん落とされていく。ただ、ロイヤルチャンピオンがブーメランを残した状況で最終区画を持っていけそうなので、まあやっぱフォックス強いっすね。このヒーローとぶち当たるところとかも。ここでブーメランかけていってインビジブル状況でしょ。で、クイーンの方もヒーラーがついてることで、なぜかツーサイドできてない。ピーカスのアタック見てると、このヒーラー強いね。ヒーラー、なんか、スーサイドいいな。スーサイドラバルなんかもう、直近でホッサンとピーカスと、あとはクラウスがたまにやる感じなんだけど、ずーっとね、この辺の上手い人たちの見てると、やりたくなるよね。スケルトンインビジブル誰かやってくんないかな、代わりに。スケルトンインビジブルパートだけちょっと他人に任せたい。外注したい。そこ終わったらちょっとスーサイドやりたいんで、そこだけ先にやっといてもらっていいですかっていうのやりたい。まあ、練習したらね、まあ当然上手くはなると思うんだけど、スケルトンインビジブルめっちゃ練習大事なんで。一発勝負の舞台でね、やるのもね、やっぱ、あれだよね。なるほど。あかわいそう。今ね、長弾大砲の、ね、スケルトン処理に出したアーチャーが長弾大砲を伝ってシューターにダメージ入ったの、めっちゃなりそうと思って見てたらなったの面白かった。あれ悲しいね。これクイーンは3時に向かわせたいってことなのかな、このカットは。まあそうだね。リターン取って。で、あとはタウンホール区画とかも結構ラバルするには火力が高いような感じではあるんだけど、あとは援軍釣り。この辺はなんかもう食い火のような援軍釣りからの火力の低いところを歩かせてっていう。うまいね。で、3時の方にキングと合流をしていくような形です。さあ、アイスゴーレム。で、シューターの方もこれはめっちゃ強い。まあ、最近やっぱラバルにおいてもシューターの活かし方っていうのが本当に大事になってきてて、今のもね、バルーン使うことでクイーンのクローク延命できたのもめっちゃいいですね。
さあ、ウォールブレーカー投げていって1枚目。2枚目。次目が開けばベストだったんだけど。いや、シューター強いな。こういったヒーローをね、ストライカー処理することで、シューターさせる配置っていうのは、最近だと結構狙い目にある傾向がありますね。で、クイーンの方は、せっかく温存したクロークだったんですけど、どっか行きましたね。で、ロイヤルチャンピオンに合わせてスケルトンを置きつつ、ラバルパートも一緒にスタートしていきます。確か右端にトルネードがあった気がしますが、ここはトルネードの位置を変えていそうですね。やっぱあったわ。で、ポイズンターンのターゲットをね、しっかりラバーハウンドとか別のところで取りつつ、一気のここはトームをかけていって、強いな、これ。めっちゃいいね。やっぱロイヤルチャンピオンのこの、フォックスが本当に強いわ。いいな、フォックス。レベル上げないと。強え。使いてえわ。なんかもう、ディギー弱いって感覚になってんの、バグこれ。ディギー弱くねやばいよな。ディギー弱いだろ、もう。もはやディギーが弱いもんな。いいラバルっすね。シューターの最大バリューと言いつつ、うまかった。バグった感覚になっちゃった。もう、ディギー弱え。暴言。もっと強そうなやつを見てしまったから。これでもスピリットボックスちゃんと使い始めたらまた感覚変わんのかな。かわいい。オットーがカボチャみたいなの頭つけて。3次クイヒー、ガククイヒーラバル。イエティカットでアーチャーターまで削ることで3次の区画に入れていきたいっていうのがコンセプトのクイヒーになりそうですね。で、ウォールブレーカー3枚あるので、エアスイなのかって感じですが、タウンホールラバルするのかどうだ？届くことはできず。長弾大砲強いですね、こういう時。投げていく。火力も高いっていうところと、ウォールブレーカーがワンチャンやられかねないっていうところのケアもしたフリーズかなと思います。さあ、インビジブル必須ゾーン。ここはクロークを使って回避して。インビジブル入ってない！なるほど。インビジブル必須ゾーンだったけど、入ってませんでした。さあ、さらなるウォールブレーカー入れていって、結果こっちに向かわせたかったのかな、本来は。どうなんだろう。いいっすね、アーチャー。なるほど、突イエティか。はい。一気のラバストライカートーム入れていきます。これで突撃艦でタウンホールケアをして、残ったタウンホール区画をクイヒーで進めていこうという形。しっかり届くことができるでしょうか。ちょっとね、トームのタイミングも早かったので、ウォーデン即死と、タウンホールもこれは落とすことできなそうですね。ちょっと早かった。またズルしてるよ。しっかり落ちましたと。これは上振れ。トラップかかってしまった時点でもう、地獄を覚悟してたと思うんですけど、落ちた、ラッキーって思ってるかな。それは、通ったとはいえ、ちょっとまだしんどめではあるけど、落ち着いて、こなしていきたい。いいベビドラ死にました、いいベビドラは。ロイヤルチャンピオン、ここはブーメラン即解放で、フォックスが落とされてしまう。マルチ IT と長弾大砲がね、重なって置いてあったところだったので。で、マルチ IT 目指してバルーンを投げ込みつつ、まだ一応キングがね、フィストも残ってるんでね、残ったところうまいことしっかり回収していきつつ、裏からバルーンを合わせていって、そうですね。キングのサポートバルーンも差し込んでいく。おでん像の方がどうだろう。押せる。真ん中マルチ残っちゃったか。さすがにしんどいな、それは。キングちっちゃい相手の。さあ、マルチアーチャータワーの方にターゲット置きますが、1体だけバルーンがね、4体いるみたいで、ダメージ入らないところ、落下ダメージも入って落ちていく。時間も間に合わず。惜しかったですね。作品じゃないや、スーパーボーラー編成、タウンホール真ん中の配置なので、っていうのと、以前これスーパーボーラーで全開取られてるの見たな。さあ、突撃艦をぶん投げていく。違うな。突撃か。違う、突ウィズか。なるほど。突ウィズのスーパーボーラーですね。
確かにこのスーパーウィザード強そうではあるが、トラップ巨爆のみで済んだので、大きく荒らすことができる。上振れムーブ。これは相当強いな。で、援軍も連れているので、突イエティで、一区画どころか、9時の方までね、チェインでぶち壊せてるのと、まあ、1.5 区画ぐらいまで飛ばすことができて、援軍処理もできたわけでしょう。これは勝ち確かな。こんな突ユービズ決まったらもう、勝ったわって思うよね。いいウォールブレーカー。しっかり2層目開けていって、まあもうここは真ん中ジャンプで安全を買いつつ、エレクトタイタンをね、外周部流してますね。で、ロイヤルチャンピオンもサポートストライカーでキングを処理しつつ、スーパーボーラー中心へ、ここは一気のレイジトームをかけていきます。強い。これはさすがに強いな。プランニングが強いのと突ウィズも強かったので、まあ、若干ね、リスクがあるわけでは、ないわけではないような突撃艦であったんですけども、ほとんど事故率も低いだろうと想定してやったものかなと思います。ジャンプを割いてるんですけど、今回キングに役つけてるの面白いですね。結果的に役の仕事はあんまりしてないんで、正解かどうだったかちょっと微妙なところですけど。なんか、フェニックス、タウンホール真ん中で、タウンポイズン絶対食らうのが分かってるんで、キング真ん中に使っていくなら、そういう配置の時はフェニックス採用でもいいのかなって気もするけど、ジャンプ使ってるからウォールブレーカー、なんだろう、穴開けるメリットも薄いしね。で、ロイヤルチャンピオンは能力残って、でもなんだろう。上手い人多いっすね。そんなになんか有名じゃないクランでも、きっちり全開取ってきますね。16っていう環境がそうさせてるっていうのはあると思うんですけど、全体的なレベルとしても。カズマくん、71天才でリターン型の、これは、クイヒー顔でクイヒーから始まってちょっと面白そうですね。見ていきましょう。当然火力が高いところなんで、ここはレイジを置いていくんですけど、そうなるともう使える呪文がなくなっちゃいますよ。タウン前のこのクロスボウをへし折っていって、多分これはシューターのためにこういう削りをしていると思うんですよね。で、クロスボールとシューターポツンって置けばタウンホールが自動的に取れるシステムになっておりますよというところ、ここは相当罠を食らいましたが、なんとかここ戻してきてシューターで。このシューター強いですね。マルチアーチャータワーとタウンホールを削ることができると。いいスーパーバーバリアン。クイーン怪しいけど。横打ちマルチアーチャーターになったぐらいかな。キングストライカー、ここは処理を行いつつ、スーパーバーバリアン大砲までカット入れてくれ。なんとか間に合いました。で、ここはルートライダーが穴を開けてくれるので、そちらの方で誘導ができます。赤爆ヒーラーうおーうんま相手。それうまいわ。その赤爆エロいな。今のきついな。で、ここシングル IT だからネクロ採用してるんだね。なるほど。いやー、これヒーラー失ったのだるいな。シュータ強え。ルートライダーも穴を開けかけましたが、フィスト使って一気に飛ばしていく。モノリスが2回拳をガンガンとやると折れてしまう。で、タウンホール壊した後も裏にあるマルチアーチャータワーもシューターで射抜けるっていうので、このシューターのための天才とリターン相当強いっすね。クイーンクローク、ヒーラーがないのがやっぱここ響いてはきてるところですが、中央に向けてロイヤルチャンピオン登場です。レイジがね、食い火で初手割いたので、いい。フェニックスじゃない、フォックス。フェニックスとかフォックスとか近い名前のやつも多いのよ。さあ、裏からストライカー、そしてロイヤルチャンピオンの HP を落とすことに大成功。インビジブルかけますが、なんと防衛説はもうすでになくなっている。いやー、うまかったね。さあ、対戦相手、クイヒールートライダー。クイヒールートライダーかラバルかみたいなところがね、やっぱ今の環境では多いよね。あとはルートライダーが入らない編成。その他の編成で、ルートライダーが入らない編成っていうのないよね。
12時バルーン投げてる。で、残ったからウィズ島にベビドラ。アーチャーター削れたんで空に対応する防衛施設が薄くなって、ウィズ島ならタイマン勝てるっていうところですね。いいユニットの配分です。うん。まあ、クイヒールートライダーもね、ラバルも本体ユニットとしてはもうさっき言った通り。おー、いいホーミングクロックも咲いた。いいウォールブレーカーですが、ホーミングチェックがここはうまく機能してないですね。あのホーミング見てまだもう1枚投げないんだ。もう1個ホーミングあったら積むな。ここであったら嬉しかったけど。うん、ないならないね。まあ、ラバルも強いからラバルに対してのトラップ置いてるのかな。そう、タウンホールはこれ突撃艦で見るんだ。だからバルーン残してたのか。なるほど。キング入れるんか、タウンホールは。また話が変わってきた。ってなると9時に突撃艦かな、これは。いや、もっとヤンキーだった。まあ、サイドカット特にしてなかったからね、キングはキングで外周流してウォールブレッカー入れつつ、タウンホールはインビジブルで消えてるんですけど、さあ、いいタイミングでのレイジフリーズ。まあ、突撃艦は結果トラップ引っかかんなかったんですけど、ウルトラヤンキー凸が飛んできた。さあ、ウルトラヤンキー凸はデメリットもね、トラップがあった時に多いんですけど、メリットとしてはね、ユニットをほとんど割かずにタウンホールを落とすことができるというね、特大のメリットがありますからね。ヤンキー凸ってバルーン1体も使わないんよ。だから、本当にね、使用コストが突撃艦だけっていうね、メリットとしては相当でかいことをしてるんですけど。まあ、ただ、ここは空飛も早々に落ちてしまったことと、ルート的にもちょっと負担が多いルートかな、これは。まあ、結果的には防衛できましたね。まあ、キングを12時から流しつつ、突撃艦タウンホール、なるほど。まあ、クイーンそれで死んじゃうのがやっぱ辛かったかなって感じですかね。本当に3時の一区画だけで終わっちゃったので、まあ、クイーンの仕事量が少ないから伸びなかったっていうのが失敗の要因かなと思います。なので、クイヒをもうちょい伸ばせれば。さあ、星さんがクイヒールートライダー。あ、でもお出費の可能性もあるな。リターン入ってるけど、でもどっちだろう。タンクイヒでもするんか、これは。シューターのためのか、どっちだろう。なんかこのタイプの配置はなんか、変なあれだね。15の時もなんか、なんかすごいな、外周の。トラップの癖がすごいな。なんだこの超団体砲って感じだけど。まあ、とりあえず、まあ、シューター置きますかって感じで置かれていきましたね。シューター刺さるもんね、この辺は。ヒーラーこれあるあるのミスよね。ダメージ受けてない時にヒーラー投げちゃうの。これは、えぐいな。一発フリーズか、インビジブル。レイジで加速させていく。いやー、タウンクイヒーには変わりなかったんですけど、火力高っ !2 発で落ちたタウンホール。クロークの。ヒーラー全滅ですね。クロークまで咲いたので、まあ、リターンとして、9時かなどっちだろう ?3 時、4時 ?12 時クイーンは置かない。3時。穴開けだけする。絶望ですね。スーサイドになっちゃったヒーラーが。なるほど。そういうことね。本来はクイヒーでここ入れてきたかったんだけど、ヒーラーがいなくなっちゃったんで、ここはキングも一緒に使っていくっていう感じなので、リカバリーキングですね。でもここもクイヒーだったらもうちょい時間使ってもいいところだったんだけどっていうのも一緒ですね。まあちょっと嫌なミスっていう感じではありましたが、リカバリーとしては成り立つ形でできている。狭い面でね、ルートライダーも入れてるんですけど、ヒーリングトームじゃないっていうところと、ここ結構火力もね、いろいろ入って、ルートライダー一気に溶けてきそうですね。あとはまあロイヤルチャンピオンクイーンがどれほど伸びるかっていうところ、あとレイジフリーズ3枚ずつ。3枚ずつじゃない。3枚。で、外周部の防衛施設アーチャーターに対しては、反対サイドもアーチャーターがスーパーバーバリアン、そうですね、取っていって、まあ、ロイヤルチャンピオンのフォックスがとにかく強い。定期的にこうして隠れてくれることも、これ呪文
使い続けてるのと同じだからな。なんか前回まで伸びましたね。ヒーラー全滅したけど、もうそもそもだわ。ヒーラーいらなかったっていうことですね。タウンホールをスーサイドで取って、まあ、クロークプランでもいけるってことか。ヒーラーいた方がいいな、それは。なんでフリーズ3枚残ってんのこれ。謎。いや、今のが全開になっちゃう星さんの凄さとタウンホール16という環境というね、難しい側面がありますね。どう評価したもんか。さあ、対戦相手サービス終了編成、バルキリーネクロとルートライダー編成、ヒーリング3枚の形。前回この配置は、サービス終了編成のね、コウモリ編成で前回取られてましたが、バルキリーヒール型ですね。で、ネクロの補助も入っていくと。いやー、そもそも、いいフリーズ。すべてのユニット、ここです。出し切りましたね、ロイヤルチャンピオン含め。あとはもう呪文ですとヒーローのタイミングで、どれほど伸びるかっていうところでしか違いを生み出すことはできません。さあ、中心部ヒール。これヒール刺さるな。いいヒールだな。いいフリーズ。さあ、ネクロの方がスケルトン、逆か。スケルトンでしっかりネクロのね、違う、クイーンのターゲット取れてるので、ネクロがめっちゃ強い。で、タウンホールまでちゃんと貫通届いて、ここはフリーズ打って、ロイヤルチャンピオンブーメラン。これめっちゃ強くねこのサービス終了編成。これめっちゃ刺さってるわ。ルートライダー爆伸び。他の動画で同じ、ETX タイタンとのね、対戦でね、同じ配置が、同じ入りの、ちょっとコウモリ型のね、サービス終了編成受けてるんですけど、それよりもこっちのが圧倒的に伸びがすごい。あっちはコウモリ編成だったんで呪文の方をね、ほとんど陸に使えなかったっていう違いはあるんだけど、ユニットの残り量がすごいな。運用。こういった編成ね、僕はあんま好きではないんですけど、あれ、結局、強さだけを求めるなら今みたいな編成も使えた方が当然いいはいいんでね。さあ、グラウス、これは、普通のラバルかなキング。ウッドランチャー転がしていくような形になりそうですかね。タウンホール区画にマルチ IT が2個。さあ、ロイヤルチャンピオンも合わせて使っていきます。ってなると、右側4時の方向に、これはウッドランチャーを流しそうですね。さあ、ジャイアント発進。キングしっかり入っていって、4時からやっぱりウッドランチャー登場して、ちょっとロイちゃん流れちゃってるから早めに降りたい、早く降りたい。ロイちゃんに、あなたの目的地は反対サイドだったんですよ、本当は。ただ、キングがそっちに向かってくれた。ロイヤルチャンピオンの対象、ロイヤルチャンピオンがやってくれて、そのマルチアーチャーターまでは降りたかったところしっかり追ってくれました。ただ、こっち使ったことで、クイーンでね、投石は当然見てたとは思うんですけど、余力が相当生まれそうですね。イエティの方もこれは伸びています。援軍の方をイエティである程度タンクしてくれることで、もうケアもできそうですね。モノリスまで降り切ることができて、タウン角はかなり重いので、レイジフリーズしっかりかけて、一気のトーム。こういった区画はヒーリングトーム相当刺さりますね。タウンポイズンを受けるっていうところと、マルチ IT が2本もあるので、ヒーリングトームが相当強いシーンです。で、クイーンはクロークを乗った状況で持ちつつ、コウモリ1個持ってるんだけど、これは、残ったところ、透石のケアとかで持ってきてるものだったのかな。もうそれすらいらない感じで余ったので、予備として、うわーすごいすごい。鬼の形相でドヤ呪文が行われました。とんでもない量のユニットが残ってますね。いいよ。さあ、対戦相手、クイヒールとライダー。カウント2。で、インビジブターがあるので、ここはフリーズかけて、
うん。さあ、インビリブターも破壊しつつ、角度つけて12時クイヒーを展開して援軍釣りもできている。結果からするとタウン突が成功して援軍が釣れたっていういい突イエティですね。で、このいかにもテスラがありそうなこのゾーンはテスラがなかったので、無料で回収ができます。初手がここ置くのもテスラケアか。テスラ置いた時に確実にカットできないから、それは確かにありだな。それ考えるとアーチャーだけ置いとくのが多分いいんだよな。多分そこまで考えれてないわ、じゃあこの人。やっぱり。ツニゴブでテスラが起動するから、あれを考えると結局、先アーチャー置きが正解だな。で、ホーミングチェックのバルーン。いいタイミングですね。対空砲がね、この辺あったんで、投げていきましたが、クイーンのルートが変わってしまう。タウン区画に入っちゃったけど、結果タウン区域をすることと同義なので、それフリーズいらない。多分入れなかった、それ。いいフォーミングチェックしっかり通して、もう一個あったので、食らい直す。ボールブレーカーあるなら投げときたかったけど、さあ、ここから投げて遅れたので、ボールブレーカーコロ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 と入れていきます。さあ、これでクイヒーのためのルートも穴開けでできまして、クイーンはクロークを割いていく。で、ストライカーを合わせつつ、回収ウィザードも出して、レイジクイーン打つかどうかですが、トームがあるので、ここは、トームでいきたいですね、シングライティは。いいトーム。ただ、本来トームとしてはこの辺とかも使っていきたいところだったので、終盤ちょっと重いようにも見えたりもするけど、どうでしょう。さあ、ここはフリーズ使ってロイヤルチャンピオン延命させていきつつ、やっぱスピリットフォックスが死ぬ要因であるマルチアーチャータワーとか投石機っていうところはやっぱ優先してかけたいところですね。さあ、ロイヤルチャンピオンブーメランで、ここはもう一度、タイチクロスからターゲットをずらしていく。さあ、ロイちゃんが生きれるか、ここ先にタイチクロスを折り切っていって、キングもフィスト残している。フィスト使いたいな。ガントレットここからガントレット。ロイヤルチャンピオンは落とされていく。内側入れたかったね。対戦相手なんでいいですけど。さあ、なんとか防衛ができました。やっぱクイーンがね、シンプルにルートずれてしまったところが、プランニング崩れてしまって、本来の目的としてはこっちがトームだよね。多分ここに穴開けして、9時からルートライダーでトーム入れていくみたいな感じだったんじゃないかなと思うので、ちょっと崩れちゃいましたね。はい、というわけで終わりまして、14対13勝利です。破壊率自体もね、一応勝ってはいたので、最後の相手のアタックが前回でも破壊率で勝利というところでした。それでもね、額のアタックが 95% で、相手のミスがね、94と91とかだったかな。なので、相当際どい対戦になってましたね。こちらの対戦も。レベル高いわ。いくら前回環境とは言ってもね、こうしてずっと安定感あるね、素晴らしいアタックをやり続けるっていうのはなかなか難しいので、すごいですね。うまい。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。また。さよなら。